んにちは。フラメンコギタリストの石井かなおです。今回もフラメンコの曲を紹介していこうと思います。今回紹介するのはタンゴという曲になります。フラメンコだと語尾に S をつけて複数形にすることが多いんで、タンゴスって言われることが多いんですけど、タンゴといえば個人的にはロサリアじゃないかと思うんですよ。ビヨンセとかビリー・アイリッシュとかそういうレベルのスーパースターですよね。フラメンコのカンテをまんま歌って世界中で大ヒットさせて、その中でもタンゴはアレンジだけちょっとエレクトロっぽくて現代的なんですけど、びっくりするぐらい伝統的なメロディーをそのまんま歌って1億回再生とかですよ。リンク貼っておくんで1回見ていただけたらな。で、このロサリアが歌ってるのがタンゴ・デ・ラ・レポンパっていうマラガっていう町のラ・レポンパっていう人が作ったタンゴなんですけど、一口でタンゴって言っても種類があるんですよ。逆にそのバリエーションの豊かさが魅力で、リズムのベースは一緒なんですけど、町によってオリジナルの単語があって、キーもメロディーもリズムの雰囲気さえも変わる。まず単語、一言で言うとフラメンコにおける4拍子の基準。フラメンコって変なジャンルで3拍子がめっちゃ多くて4拍子の曲が極端に少ないんです。フラメンコの4拍子はほぼ全てこの単語をルーツに持ってるので、このグルーヴさえ分かればあとは難しくないです。こんな曲調なんですけど、今弾いたのはウアンパ・ペレスっていうフラメンコの超絶ベーシストの人の単語なんですけど、単語っていうとやっぱりアルゼンチン単語が有名じゃないですか。実はアルゼンチン単語とフラメンコの単語は元は同じものとかって言いたいんですけど、多分音楽的な脈絡はほぼないんじゃないかと感じるんですよ。なんかね、アルゼンチン単語とフラメンコの単語、2つのリズムが全くフィットしない。アルゼンチン単語を歌うフラメンコの歌手とかはいるんですけど、エルシガーラとかコラボさせたっていう話もほぼ聞いたことがない。もともと単語っていう言葉って奴隷とか仮想階級の人たちがスラング的に使ってた言葉じゃないかと言われてて、語感がいいんでダンスをする場所そのものを指してたっていう説もある。で、同じラテン圏のスペインでもアルゼンチンでもそこに落ちてる単語っていうラベルを拾って、これいいじゃん、うちらの音楽のタイトルにしちゃおうぜみたいなノリじゃなかったのかな。クラシックとかでも単語ってつく曲がありますけど、有名なとこだとアルベニスっていう人の単語だったり、全然リズムが違う。4拍子っていうことぐらいしか共通点がない。単語っていう言葉一つでいろんな音楽を指してたんじゃないかと思う。何が言いたかったかっていうと、フラメンコの単語をやるときはアルゼンチン単語は頭から外してください。別物だと思って処理します。で、フラメンコの単語はどういうものかっていうと、こういうニュアンスのリズムがずっと流れてる。ギターだとこんな感じですね。通常単語はこのリズムのサイクルがずっと繰り返されます。フラメンコの B フラットから A7っていうコードがベースになって歌に合わせてコードも変わっていくんですけど、基本的にはこのループを延々と演奏できればまず単語としては成立します。こういうギターのパターンはモダンな単語のグループで、もうちょっともともとは土着的だったんですけどね、リズム自体そもそもアフリカンな匂いがするんですよ。1拍目と3拍目が地面に吸い付くような、足も1拍目と3拍目で打つことが多いです。で、特に4拍目から1拍目に戻ってくる感覚が特徴的ですね。ドトレクワトロっていうダンサブルな感じで毎回リズムがスタート地点に戻ってくる。最大のリズムの特徴は跳ねないことだと思うんですよ。跳ねてるように聞こえる場合もあるんですよ。単語でカリスとかいうこんな感じのギターのパターンがあって、
ねてるように聞こえるだけで、演奏してる方の体感としてはリズムを上で取らないで下で取ってるイメージ。ズンチャズンチャズンチャチャンじゃなくてドンガガガグンガガ。単語リズムの止まり方も特徴的で、一区切りつく時には1234567っていう風に止まるのが基本的になってます。1234567後ろの正面だれ。こういうところは民族的な雰囲気というかオリエンタルな雰囲気も感じますよね。で、現代的な単語はグルーヴの中で楽しむっていうところで発展をしてるんですけど、もともともっと自由度が高くて、例えばラモン・モントージャとかっていうフラメンコのギターソロの始祖の人の単語とか、単語から派生したピエントスっていう曲があるんですけど、そのニュアンスが入ったりとか、ここら辺とか字余りしてるんですけど、全然これ OK だった。あと2拍3連的なアフリカン、みたいな感じも混ざってたり、現代的な単語よりもいろんな要素が入ってたりで、冒頭にお伝えしたように単語の魅力は地域性です。フラメンコの曲、大なり小なり、ソレアにしろセギリジャにしろ、その他の曲にせよ街によってやっぱり変わってくるんですけど、単語は違いが分かりやすいです。スペインのアンダルシア地方なんですけど、ちなみにフラメンコってスペイン全土の文化じゃなくて南のアンダルシア地方限定の文化です。北の方の人にフラメンコ好きなんですとかって言ってもはぁとかっていう顔される時もあるぐらい、セビージャ、カディス、マラガ、グラナダ、それぞれ県庁所在地の町なんですけど、セビージャの単語は正統派、何しろ大都会で踊りも発展してるんでリズムもタイトでしっかりしてます。僕は個人的にはもうセビージャの単語がめちゃくちゃ大好きで、キケパレデス、マルティン・チコ、ライムンド・アマドール、ラファエル・リケ、パコ・フェルナンデスとかぜひ聴いてほしいです。キケパレデスとかビーバップハイスクールみたいな見た目してめちゃくちゃ硬派なギター弾くんですよ。中華の職人が刀削麺削ってるようなスパ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 、フレーズとかもめちゃくちゃかっこいい。なんか和風だしも入ってるようなで、カディスの単語は軽くて華やかな感じですね。この町から単語が発祥したっていう説もあって、デマレーデマレーっていう有名なメロディーの歌とかカディスですよね。大西洋の港町なんです。ほぼアフリカに接してて、やっぱりアフリカの音楽の影響があるのか、ここのリズムが前にずれて2拍3連的な訛りが入ったりとかで、マラガの単語はカディスと違って地中海の港町なんで哀愁を感じる余裕がある。通常は単語って B フラットと A のキーなんですけど、マラガの単語は A マイナーと A メジャーがベースになってて、暗いサウンドと明るいサウンドを行き来する。ロサリアが歌ってるのもこの町から生まれた単語で、他の単語と比べてもやっぱり色気があります。グラナダの単語は結構特殊でアラブ文化の影響がある町なんですね。なんでホーラーみたいな雰囲気もある。ノリも特徴的で、カディスとは真逆で思いっきり後ろノリになる感じですね。ほぼ2拍目4拍目に重心アクセントがある感じです。こんな感じですね。
あとはアンダルシアじゃないんですけど、エストレマドゥーラ地方にもタンゴがあって、アンダルシアでより緑が多いイメージなのかな。メロディーとかコードの色彩感が豊かなイメージですね。きっついフラメンコじゃなくて素朴なフォークソング的な要素も感じます。そんな感じでタンゴを紹介してきました。フラメンコって放浪の民のロマ民族たちがアンダルシアにたどり着いて、そこで彼らによって作り上げられたんですけど、こういう風に言うとロマたちが01で作ったみたいに聞こえるんですけど、もともとアンダルシアにあった音楽を彼らなりに歌っただけでロマたちは1を100にしたみたいな言われ方もしたりするんですよ。それも極端だなというか、いろんな要素がグラデーションで混ざってるはずだと思うんですよね。フラメンコって有名なアーティストとかもそれぞれ全く真逆なことを言ってるように聞こえたりすることが多いんですけど、切り込む視点が違うだけで結局同じことを言ってたりとかする場合もあって、一つの説が正しいと思い込んで学んではいけないなと思います。という感じでこのチャンネルではフラメンコとフラメンコギターに関することをフラメンコご存じない方にも分かりやすく解説していきたいなと思っておりますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。